なんか本当に友達がバンドやってて、それを借りてなんか一緒に練習したりだとか、普通にもうこの辺はうろちょろしてた場所なんで、馴染み深いですよね。俺がホルモンを好きでホルモンがこの場所を使っててっていうのは、なんかホルモンが使ってたからここに馴染みがあるだとか、そういうことでもなくて、結構自然ともうマッチボックスっていうライブハウスはその八王子出身の俺にとってはもう本当に普通の日常の中で高校時代から使ってた場所だったんで、ホルモンもそういう風に馴染み深いでもなんか俺も馴染み深い、なんかそういうのが重なったっていうのはなんか運命的だなっていう感覚ですよね。試合は終わっています。ヒロムだ。ヒロム来た。なあイービル、一つだけお願いがあるんだ。お前が取ったベルト俺に挑戦させろ。まあ本当に名古屋の戦いは夢を叶える一戦なんですけど、なんかどっかこう心の中でイービルのこの行動がなんかどっかこうモヤモヤしてしまうっていうのがなんか俺の中でなんか難しくもなんか複雑な感覚なんですよね。ただその対戦相手が俺の夢を叶えてくれる対戦相手がイービルだったっていうのも運命だなっていうふうに感じますよね。俺の中でやっぱりイービルっていうのは特別な人間ですね。ただ今のイービルにその感情はあるのかな。ロスインゴ・ベルナブレス・ハポンを裏切るという行為そのもの自体は別にリング上で言った通りどうでもいいんですよ。ただどういう思いでイービルが今のこのロスインゴを裏切ったのかっていうイービルの思いを俺は聞きたいなと思ってましたよね。何がしたいのかは分からないですね。何が何でも勝てばいい、なんかその彼の覚悟がすごい伝わってきたんで、それだけ必死だったんだなと。レフェリーが反則と認めなければ勝ちは勝ちですからね。そのプロレスのその難しくもあり単純なルールをうまく利用した勝ち方じゃないかなとは思いますよ。俺の中では嫌な勝ち方ですけどね、つまらない勝ち方ですけどね。俺自体なんでこんなに大阪城であれだけの感情を出してしまったのか、イーベルなんでなんだっていうふうに言ってしまったのかが俺には分からないんですよ。今冷静になって考えてみたら、ロスインゴ・ベルナブレ・サポンはもともとそれぞれがそれぞれの道を仲間ではありますけど全員敵なんですよね。そういった意味で他のみんなは冷静だったんじゃないかなと思いますよね。個の勝負、俺たちはそうやって戦ってきたんで、それがこういう裏切りという形になったのかもしれないですよね。この後もその20日の後楽園でメンバーとは顔を合わせましたけど、なんか別にお互いこのことに対して触れなかったですよね。いつも通りでしたよ。だからロスインゴってみんなそれぞれいい意味で自分のことしか考えてないんですよ。勝つことしか考えてないんですよ。なんかそれが俺は嬉しくもあり美しくもあり、なんか良かったですよね。イービルにじゃあ言ってやっていいですかね。イービルが出したコメントで俺に対して「お前はいつまでも内藤と一緒でいいのか」、なんかその言葉がすごい引っかかってですね、お前はいつまでもロスインゴでいいのかと言われたなら分かるんですよ。お前はいつまでも内藤と一緒でいいのかっていうふうに言われたのが、その言葉ってどういう意味なんだろうって考えてですね、イービルはやっぱり内藤の下だっていうふうに
思ってたのかなと。ロスインゴという言葉が出てくるんじゃなくて内藤という言葉を使った時点でイービルはやっぱり言わなくても心の中で内藤の下だっていうのが言葉として出ちゃったのかなと考えたんですよね。そこでちょっと思ったのが内藤さんがイービルはロスインゴのヘビー級で4番手だって言い方をしたんですよ。その言葉気にしてるんじゃないかなと。いやイービルの性格上気にするタイプだろうと。お前そういう男だよな、そういう言葉に心に傷を負うタイプだろうと。ちなみに俺はいつまでも内藤と一緒でいいのかって言葉別に俺はいいと思ってますよ。現時点で俺は別にロスインゴを出てく理由も何もないですから、俺は内藤とイービルとやるためにロスインゴに入ったわけですから、俺の計画何の狂いもなく進んでますよ。俺がもしロスインゴを出ていく時はあんな面白くない裏切りじゃなくて、俺は真正面からやめますって言って出てきますから。ただ別に今は何とも思ってない。それは俺はイービルに答えとして言っておきます。ただ俺はイービル心配だなと。やっていけるのかなバレットクラブで。それは今のバレットクラブのメンバーはイービルを王として頂点として扱うかもしれない。内藤と一緒でいいのかっていう言葉の裏に隠れた内藤の位置にバレットクラブとしていけたんじゃないかなと思ってますよ。ただ J、 ケンタ、ファレ外国人メンバーが帰ってきた時に果たしてイービルお前は何番目になっちゃうのかなと。内藤さんが言ってたまた4番目に戻っちゃうんじゃないかなと。新しい軍団作って王として IWGP ヘビーインターコンチネンタル王者だった方が良かったんじゃないかなと、そう思いますね。あと一つ言いたいこと、俺の首をすごい心配してくれたんですよイービルは。おいヒロム、お前病み上がりだろ。お前のその首で俺の攻撃耐えられんのか。いやいやいや待てよイービル、復帰してからの俺の試合見てないの？俺のニュージャパンカップでの試合見てなかった？お前が何度やっても勝てなかった石井智弘に俺は一発で勝っちゃったよと。真正面からぶつかって俺は石井智弘に勝ったよと。俺はそこで自信もつけましたよ。もし見てないんだったら新日本プロレスワールドでじっくりと見た方がいいんじゃないかなと俺は思いますよ。そこに俺を倒すヒントが隠れてるかもしれないですからね。そして石井智弘に勝つ方法も隠れてるかもしれないですからね。見といた方がいいですよイービル。俺の夢は IWGP ジュニアを巻きジュニアとしてヘビーのベルトを巻き、そしてゴールデンタイムで試合を見ろ。なんか俺の夢の実現の時ってなんかこう常になんかちょっと違う感情が入ってしまってる試合が多いなと。正直2月の大阪城の内藤さんが俺を呼び込んでシングルマッチをしようと言われた時も俺はあの場で IWGP ヘビーに挑戦させてくださいと言えたはずなのに内藤さんとの試合を取っちゃったんですよ。その後に後悔したんですよ。なんで俺はタイトルマッチを言わなかったのと。で案の定スペシャルシングルマッチ。でもやっぱり俺は IWGP ヘビーのベルトをかけてもらいたい、そういう思いがやっぱ強かったんですよね。もし仮にあそこで IWGP ヘビーの試合が組まれたとしても結果 IWGP ヘビーという夢のベルトプラス内藤さんとの戦い2つのテーマになってしまうんですよ。で今回のイービルも同じなんですよ。俺はロスインゴベルナブレスハポーに入りたかった理由として内藤哲也とイービルと試合をしたいっていうのは常日頃から言ってきたんで、なんか面白いなと思いますよ。人生って本当に何があるか分かんねえな。
こんなにも同じ状況、このタイトルマッチの決定、なんか鳥肌が立ちますよね。しかも同じ大阪城。俺はその IWGP のベルトだけを見ていたいのにイービルという感情が入る。いろいろやらなきゃいけないことが多いなと。でもだからこそ燃えるし、だからこそ楽しみなと。別に内藤さんから IWGP ヘビーのベルトを奪おうだとか、そんなドラマチックみたいな綺麗なことは考えてないですよ。別に誰が相手でもいいですよ。これが別にイービルじゃなくてもいいわけですからね。俺はジュニアの王者だからこそ IWGP ヘビーインターコンチに挑むわけで、別にそれが相手がイービルだから内藤だからそんなことは考えてないです。 IWGP ジュニアを持ってるからこそ、ジュニアで一番最強だからこそ、ジュニアが最強だって証明したいから IWGP ヘビーのインターコンチのベルトに俺は挑みに行くんですよ。もし俺がチャンピオンじゃなかったら挑戦なんて考えてないですからね。全世界中のジュニアプロレスファンのためにも、ジュニアはヘビーの下じゃない、ジュニアはヘビーに勝てるんだよって俺が証明しなきゃいけないと思ってるんで、それが全ジュニアファンの夢のためだと思ってるんで、リング上でイービルに2本失うのが怖いなら1本でいいよって言った理由として、 IWGP ヘビーだけでいいよっていう言葉の遠回しな言い方でしたけどね、そういう気持ちでもあったんですよ。俺の中でその新日本プロレスは IWGP ジュニアヘビー級のベルトと IWGP ヘビー級のベルト、この2つが世界で一番最高のベルトだと思ってるんですよ。でもかけてくれるのであればそれは喜んでいただきますよ。 IWGP インターコンチネンタル興味がないわけじゃないですからね。いただきますよ。ただ一番すごいベルトは IWGP ジュニアヘビー級のベルトと IWGP ヘビー級のベルトっていう思いは変わらないです。歴史上ジュニアで3人目の挑戦おめでとう、そんなので終わりたくないんですよ。ここで取って初めて意味があることなんで、何人目だとか正直どうでもいいですね。叶わなかった夢なのか求めてなかった夢なのか、人それぞれじゃないですか。全ジュニアの人間がそのヘビー級をとは思ってないと思いますよ。俺がこういうふうにやってることに対して反発する人間もそれはいると思いますし、反発するファンの人もいると思います。ただ新日本プロレスはジュニアとヘビー関係なく戦ってる以上負けるわけにいかないんですよ。このジュニアとヘビーの構図って年間新日本プロレス150試合近くあって、その中で全試合組まれるんですよ。その中で今日ジュニアの人間がいる、相手がヘビー、じゃあジュニア負けちゃうね思われたくないんですよ。そう思われてきたのがすごい悔しいんですよ。でそう思わせてしまった俺たちが情けないんですよ。だから俺は新日本プロレスがジュニアとヘビーを組む以上は俺はこれは言い続けなきゃいけないなと思ったんですよ。ニュージャパンカップでも自然と1回戦2回戦3回戦とジュニアの人間と当たることなく、運がいいのか悪いのか分からないですけどヘビー級の人間戦ってきました。違いは単純でしたよ。体重差、身長の差、これってやっぱり大きいなってすげえ感じました。10キロ15キロ違う相手と本気でのぶつかり合いをするって正直次の日のダメージが半端じゃなかったんですよ。特に感じたのは石井さんとの試合です。あの日の次の日は何ですかね、スーパージュニアでの連戦をやってきた以上の疲れとダメージが残ってた。なんかそれがすげえ気持ちよかったんですよね。あの石井さんに真正面から思いっきりぶつかって結果を出せた。だから朝起きて立ち上がれなかった時に嬉しかったですよね。俺の中ではうまいこと戦ったつもりですよね。1回戦の本間戦、2回戦の矢野戦、3回戦の石井戦、準決勝の岡田戦、自分の色を出しながら戦えたなと、いい戦い方をしたなと
思ってますよ、このニュージャパンカップは。でも俺は番狂わせだとは思ってないですからね。ジュニアヘビー級チャンピオンとして順当な勝ちだと思ってきましたから、心からの叫びですよ。ヘビー級に負けたくない。ヘビー級とジュニアが戦う以上ヘビー級に負けたくない。ただそれだけですよ。いや本当に高校生の頃からずっとマキシマムザホルモン大好きで励まされてきたんですよ。練習生の時もしんどいですよ。練習生の頃のことなんてもう思い出したくもない。練習がきつくて、その練習から帰ってきて先輩の洗濯したりちゃんこ作ったり、それでもプロレスラーになりたいから練習頑張って、そんな毎日ですよ。そんなクタクタになった後に夜寝る前にイヤホンつけてホルモンの曲を聴きながら、自然と音楽を止めることなく聴き続けながら眠りに落ちる。そうやって俺の中では励まされてきたんですよ。その練習生の時もそう、デビューの時もそう、海外に行った時も、海外先で聴いてた、帰ってきてからもそう、タイトルマッチの前もそう、常にマキシマムザホルモンの音楽を聴き続けながらここまで俺は上り詰めたんですよ。その中で俺が首の骨を折った時に大輔藩がお見舞いに来てくれたわけですよ。大輔藩もその当時ちょうど首の手術をされて、もうお互い首やっちゃった者同士ですよね。励まし合いながらやっと復帰できます、マキシマムザホルモンも大輔藩も俺たちもやっと復活できるよ、マジですかとかお互い励まし合いながらやってきた中で、ついに今回 IWGP ジュニアヘビー級王者として IWGP ヘビーインターコンチに挑戦する瞬間が来ました。そこに大輔藩が俺を一番近くで応援してくれるっていうのは、俺の人生すげえなと、こんなに面白い展開が待ってるんだと。高校生の時から IWGP ジュニアヘビー級のベルトを巻き、ジュニアとしてヘビーのベルトを巻き、ゴールデンタイムで試合をするから見てろよと全くプロレスファンじゃない友達に言い続けてきましたけど、まさかその舞台でマキシマムザホルモンの大輔藩が解説席の席に座ってるよとまでは、そこまでは言えてなかったです。こんな夢みたいなことが本当に実現するんだなと心から嬉しいですし、絶対に負けられないなと。俺は真正面から戦いますよ。イービルは真正面から来ないでしょうね。ただ俺がそう簡単に何の対策もしてないとは思うなよと。でも俺は真正面から戦って IWGP ヘビーインターコンチヘビー級を倒してこそ意味があると思ってます。そして真正面から戦うからこそ IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとしての意味が俺にはあると思います。だから俺はいつも通り戦います。いつも通り戦えば俺はイービルには負ける気しないですね。俺のファンには素直に俺のこの大きすぎる夢についてきてくれてありがとうって言いたいですよね。ついに俺の夢がまた一つ実現する瞬間をヒロムちゃんファンのみんなは味わえるんじゃないかなと。俺のことを応援してよかったなっていうふうに思える瞬間が7月25日に来ますよ。名古屋で実現する瞬間ですよ。俺も楽しみですし、俺のファンはすげえワクワクしてるんじゃないかなと。イービルに負けられない、夢を応援してくれるヒロムちゃんファンのためにも負けられない。そしてジュニアとしてジュニアのチャンピオンとして IWGP ヘビーに
インターコンチに挑戦する、絶対負けられない戦い、そして常日頃から勝手に支えてもらってた大輔のためにも負けられない、いろんな負けられない理由が増えたことは俺にとってめちゃくちゃ心強く、めちゃくちゃ力になるなと思いますよ。